300万売ろう思ったら、なんかな900万ぐらいいんねんな。問屋さんに卸す金額は 40%、問屋は小売りに卸すんが 60% っていう掛け率割合。大阪でカバン教室をしてる、サンプル師が教えるバッグ教室をしている中村康義です。先生がこの業界に入られたのはいつぐらい、何歳ぐらいの時ですか？26、7の時かな。26、バンドをご存知の通り、ご存知の通りバンドをやっとって、実家がカバンのメーカーをやってて、で主に商品はヘリ返しのハンドバッグ、形のハンドバッグにガマ口がついてるという仕様の、そういう、カバン屋さん。カバン屋さんでそれは生産してたんですか？だから製造メーカーって本来僕らのメインのお客さんは問屋さんって言って、小売店に卸す業者。間っすよね、メーカーと。間。だからその当時は上代っていう店頭価格が 100% としたら問屋さんに卸す金額は 40%、問屋は小売りに卸すのが 60% っていう掛け率割合。その 40% 店頭価格大体2900円の方がその当時多かったけど、2900円の 40%1160 円で大体納めて、でそれで大体300万ぐらい商いしたら、売ったら100万残るかなっていうのが通常の状態で、親子2人でやってて、で近所の内職さんとかを使ってヘリ返ししたりだ、実家に乗り付け機があるから乗り付け機でゴムのりだけパートさんに濡らして、それをあくる日の朝内職さんに渡して、内職さんはヘリ返しをする、前日できたヘリ返しをって教えたよな。それを主に新進工房は組み立てていたんで、であれですよね、ゴムのり塗りまくっててストーブの前に置いたらえらいことになった、燃えたとかそういうトラブルもありつつ、でそこで何年ぐらいやられたんですか？結局9年ぐらいやったんかな。そんなにですか？34で確か独立したと思う。34か5かで独立してメーカーになるわけではなくサンプル師だね。だから僕の思ってるメーカーいうのはやっぱり300万売ろう思ったらなんかな900万ぐらいいいねんな。材料とか寝かしとかなあかんお金があるから、とてもじゃないけどそんなお金持ってなかったし、借りる気もあんまなかったから、低予算で身一つで始めれる言ったら工賃仕事、んでミシンと、その時は好き機がなかったけど好き機持ってる人の向かいに部屋借りて、そうだから僕がメインでそのメーカー業としてやってた時、お父さんのところでやってた時、自分で提案した商品作って営業で卸に売って、だから自分で作ったサンプルを売りに行ってたから、注文もらいに、その営業するっていう部分を取っ払ったら同業者のつながりもあったから、
だからその同業者から仕事もらわれへんかなと、そのサンプルだけっていう仕事、でお抱えのサンプル紙っていうのもやっぱり同業者あんまりお金かけられへんし、まあ言うたら月額決まった金額お給料出したらなあかんから、ほんならなんか欲しい時だけ仕事が頼めるサンプル紙っていうのがあったら便利かなと思って。メーカー業とか、あと昔のメーカーさんって、結構社長とかも普通に作れんねん、そうですね、誰でも、だからなんかあえて、大体自分で作って自分で売りに行くっていうのが普通のスタイルやったから、そうですね。ほんで2代目になったら2代目の人は作られへんかって、まあ2代目の人もまあまあやりようねんけど、それよりも回す方が、そうですよね、やっぱお金も回していかなあかんから、どうしても外に頼む方が自分動きがいい。でもまあ僕もなんかそういう時期も結構あったけど、お父さんのとこで、結局両方やることに、なったかな。で多分やけど、だんだんやってるうちに分かってきてんけど、昔のその人が作る型紙と、特に昔って職場さんとかが型紙作って、メーカーに型紙とかを提出して、裁断物が自分のとこに仕事やってくるんやんか。だから自分の作った型紙でよそに振ってほしないから、きっとやけど、自分のとこにちゃんとした軸を作ってんのかなとかって思う。ほんなら自分のとこしか回ってけえへん。暗号化してるというか、そうだからなんか職場の人の作った型紙ってなんでこんなに鎌とか少ないんやろうと思っとって、なんかもうちょいやねんなとかって、でもちゃんと上がってくるから不思議やなって思ってたら、でもそう考えたらもう自然というか、だからもうそれが嫌やから全部自分が分かりやすく型紙作って、どの職場に渡っても同じものが分かるように、しとってんけど、でも最初はもう僕はみんなペタッピやからやとか、もういい加減な人が多いから、いい加減やからやなとは思っとったけど、後々考えたらそうやなとかって。ちなみに職場っていうのが縫製工場。そう、いわゆる縫製工場で、大阪の場合は大体お父ちゃんとお母ちゃん、ほんでちょっとでっか立って近所の人がちょっと来るぐらいの、まあ家内製手工業的な。そんな感じですね、このバッグ業界って。大阪は特に。大阪は特に。関東の方は知らへんけど、やっぱり田舎の方に行くとそこそこの縫製工場があったりとかって、別にカバンの業界じゃないところでも聞いたりするから、僕大阪はもうなんか大阪はお父ちゃんお母ちゃんがちょっとやってる。特に僕の知ってる限りでは生野区に集中してる。生野区多いですね。生野区に集中してる運が日本の間に、すごく集中してて、だからそこに糸屋さんがあったり生地屋さんがあったり金具屋さん、建徳、村垣っていう糸屋、もうあれ全部日本の運河の間に入ってるけど、ゾーンに裁断屋さんも近くにある、という風な、だんだんだからそれが中心にインフラが、整っていってんのかなとかって。ぽいですね。大阪でカバン教室をしている、サンプル師が教えるバッグ教室をしている中村康義です。2013年の10月からカバン教室を始めて、
で、最近ではコロナ禍になり、去年の4月ぐらいから緊急事態宣言等でお客さんかなり減ってしまったんで、ライブ配信等でちょっと教える仕事をしているということで、大体自分が決めた基礎コースというふうなもので、それを受けてもらったらカバンの仕立ての、始末の仕方っていうのが網羅できるかなというふうなんで、そこから先は、自由課題といって皆さんが持ってきた写真とかを見ながら一緒に型紙を作っていって、完成させるっていう風なスタイルで教室をやってます。